どうもババアです。タク様です。今日の川めっちゃ寒そう。ほんと極寒ですよ。すっかり冬景色ですね。1年って早いね。先週正月じゃなかったっけ。やばいね、病院行きな。業務スーパーの薄力粉をゲットしました。今日はパン作らないの？作りますよ。薄力粉でパンを作るの？そうです。本日は業務スーパーの薄力粉使い切りメニュー。また変なことしようとしてる。業務スーパーの薄力粉って 1kg158 円なんですよね。めっちゃ安いじゃん。これでも値上がりしたらしくて、少し前は100円で買えたみたい。さすが業スー。この安い薄力粉でパンが作れたらめっちゃお得だと思わない？思うけどできるの？知らん。ほんと適当だよね。ちゃんと練習してから動画にしなよ。失敗したらしたで面白いからいいんです。失敗する方にチュール3袋かけるよ。本日も農家さんのお野菜をたくさんゲットできました。唐辛子の妖精を発見しました。Nanasalay, Yukandi Kakoi Hilo Nakoda, Wow Baba-san Matajikan Sosa Shidalu Yang, かわいいお顔をスローにしてみました。Osalosh Jujitsu Yadi. ヨシヒコの避妊手術の傷は完全に塞がりました。Yochua Biwang Day Gunbata Day, Nani Salataka Shilan Keto. 避妊手術をすることでストレスと乳がんのリスクが軽減されるんだって。Sushina Kodo Lakagano Lasku. 何それおいしそう。Nanka Sensani Onaka Kocho Kocho Seritan. ヨシヒコが健康で過ごすための手術ですよ。Tayin Hayanen. Hayona Ikinichi Yatawa. Aitsu Genki Sugaluwa. Chodo Samishi Kadadi. すっかり元の生活に戻りました。でっかい鳥。鳴き声がえげつないですね。さあ今日はパンコネが大忙し。薄力粉 1kg のパンなんて食べきれるの？食べきれないとでも。ああ、フードファイターいたね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今回は4種類のパンを作るので分量は概要欄に貼っておきますね。1kg を消費するとなるとそんな品数になるよね。今回作るのは薄力粉 100% の田舎パンと米ぬか 50% 入り田舎パン、そして米ぬか 50% 入り茶バッタと米ぬか 20% 入り平パンの予定でした。予定でした？人生って思うようにはいかないものなんですよね。アカシックレコードにアクセスできたら未来を知ることができるのに。失敗したんだろうな。さあ茶バッタの準備完了。次は半分米ぬか入りと薄力粉 100% の田舎パン。いつも作ってる形のパンだよね。そうなんだけどやっぱり薄力粉だとグルテンが弱いな。ミートが泣いてるよ。ご飯がもらえるまでしつこくまとわりつく所存のようですね。クープナイフは入れられたみたいだね。これだけ柔らかいとナイフ入れるの難しいな。薄力粉 100% パンもいつもに増してダルダルな生地になった。薄力粉と強力粉では水分量の調整が必要だね。そうですね。薄力粉を使う場合は水分は 10% 減でも OK かも。ナイフ入れるのめっちゃむずい。ちゃんとナイフ入ってる？茶バッタと田舎パンは一旦同時焼きにします。天井やばくない？やっぱやばいよね。180度の上下ヒーターで50分にセットしました。問題はこれですよ。何これ？スライム？いやね、熱湯を入れて湯ごねにしたら水分量 80% でもなんとかなるかなと思ったんですが、なんともなりませんでした。平パンの予定だったんだっけ？無理っすね。手で伸ばし始めてて草。そんな時は油で伸ばしたったらええんです。過去に習得したパンの成形がこんなところで役に立つとはね。人生何でも経験が大事なんですね。過去の経験が活かせるチャンスが来るなんてババアは運がいいな。松下幸之助並みのポジティブ。
とりあえず四角くまとめてフライパンで焼いてやりましょう。平パンの予定だったから酵母も入ってないし、この方法がマストだろうね。早速フライパンで焼きたいところですが、オーブン救出に向かいます。何があったの？天井にパンがつきそう。ああ、予想通りだ。ということで別々に焼きましょうか。思ったより田舎パンが膨らんでるな。正直こんなに育つとは思わなかった。さあ謎の油パンを焼きましょう。油で焼けばなんとかなる精神。意外となんとかなってるな。アイスクリームと食べると美味しそう。そうそう、スイーツのつもりで作ったんだよね。だが今嘘ついたよね。さあ美味しいスイーツにおなり。返事までに変な間があったよ。ダイソーの縦型ピーラー買ってみた。なんか流行ってるらしいね、これ。もう元のピーラーには戻れないってレビューを見たんですよね。一度使うと手放せないってレビューも見かけたな。あ、手放した。横型ピーラー気持ちいい。皮むき早くて草。これはあれかな、リンゴの皮むき専用にしようかな。多分もう二度と動画には現れないな。本日のおかずはじゃがいものスライス焼き。パン以外の手抜きがすごい。時間ってさ、限られてるじゃん。パンを 1kg も作らなければもう少し余裕が生まれるんだけどね。田舎パンがめっちゃいい出来。急いでチャパッタも焼かないとね。25分くらい焼こうかな。パンを焼いたのはいいものの、これどうやって並べよう。皿に並べるにはいちいちでかいよね。薄力粉とは思えない出来栄え。業務スーパーやるじゃん。半分米ぬかのパンもきれいに焼けてる。2つ並ぶと可愛いな。じゃがいももいい感じです。スライスしてフライパンで焼くだけなのになぜか美味しそう。どうやってひっくり返そうか悩んだ結果、蓋を利用する定番の方法だね。なんでそこで失敗するかな。体裁を整えてやりましょう。ババアの得意技。断面見ちゃいましょうか。めっちゃいい音。薄力粉っぽい断面。ちょっと軽い感じがするね。でも初チャレンジでこの出来は合格点じゃないですかね。ババアの採点は自分に甘いからな。薄力粉 100% パンの断面も見てみよう。パン切り ASMR。薄力粉パンは表面がパリッとなりますね。この食感が好きな人は薄力粉パンハマるかもね。田舎パンは成功と言っていいでしょう。何かの塊。平パンになり損ねた塊ね。ポテトをくるんとひっくり返す暴挙に出ることにします。まさかの成功。焦げ目がめっちゃ美味しそう。これ手軽でいいね。おやつでもいけそうです。サイドメニューはこんな感じです。完成しました。業務スーパーの薄力粉 1kg で大量パン。チャバッタも完成してた。それではいただきましょう。今日のランチは薄力粉とじゃがいも。めっちゃ安上がりじゃん。この薄力粉パンが成功したら富澤商店から強力粉がなくなってもババアはなんとかパンを作り続けることができますね。そんな緊急事態になったら多分薄力粉も店頭から消えると思うよ。さあ薄力粉パン食べてみようかな。強力粉パンとどんな違いがあるんだろうね。トッピングのハムチーズやじゃがいもを乗せていただきます。じゃがいもが美味しそうすぎて困る。魅惑的な焼き上がりですよね。ババアの米ぬか半分入りのパンはグルテンが弱いから力を入れるとパンが割れそう。薄力粉の上に米ぬかが大量に入ってるもんね。
でもこの不足気味のグルテンが軽い口当たりでなかなか美味しい。主食というよりスナック感覚かな。菓子パンの生地に合いそうな食感ですね。おっさんの薄力粉オンリーのパンはどうだった？なんか知らんけど美味しい美味しいって食べてた。レビュー参考にならなくて草。強力粉に比べるとパンチは足りないけど軽めのランチにいいね。この量で軽めのランチって言われてもね。美味しかったです。また見てね。バイバイ。